はい、ということで、今回もやってきました。ひろきです。今回の動画はですね、ちょっと皆さんにね、シェアさせてもらえたらなと思うんですけども、ですね、最近僕、のんけの友達に、言われたことがあって、なんて言われたかっていうと、ゲイの日常って、なんか面白いよね。って言われたんですね。確かに自虐ネタやアプリあるある、あと毒舌や恋愛のドロドロ話、そういう笑える話ってたくさん転がってたりするんだけど、それってさ、本当に面白いからなのかなって思ったりしたんです。ゲイである僕たちは、日々の生活の中でどこか強く見せるスキルっていうのをさ、身につけてしまっていて、本音をそのまま出すと空気が読めないとか、重いって思われたりすることもあったりしない？だから、ちょっとしんどいこともネタに変えて、笑い話として話す。でもそれって、笑ってごまかしてるわけじゃなくて、そのくらいしないと、自分を守れないっていう感覚もあるんじゃないのかなって思ったりもする。で、実は、その面白いの中に、誰にも気づかれない寂しさとかが、しれっと混ざってたりするとき、あるよね。例えば夜、アプリをスクロールするだけの時間だったり、誰かに話を聞いてほしくて美容室に通う習慣だったり、一見普通でちょっと笑える行動の中に静かな孤独が潜んでたりする。今日はそんなネタの皮をかぶった寂しさをテーマに、僕の元に届いた3通の、DM を紹介していきたいと思います。きっとこの動画を見てくれているそこのあなたの中にもわかるかもって思う気持ちが一つくらいあるんじゃないかなって思います。ということで早速行ってみよう。カットだけなら1ヶ月は持つ。でもなぜか2週間に1回通っちゃう。美容師さんに話聞いてもらうのが実は本当の目的かもしれないって最近気づきました。いやー、これね、めちゃくちゃわかる、本当。もうさ、それ髪切りに行ってるんじゃなくて、感情も一緒に切りに行ってるんだよね。美容室ってさ、もはやカウンセリングルームだったりするときあったりしない？しかもドリンク付きの。ヘアカットは月1で十分って思ってたりするんだけど、なぜか2、3週間で予約しちゃってたりするんだよね。その理由がさ、最近僕もやっと気づいたりしたんだけど、美容師さんに話を聞いてもらいたいだけ説結構あるんじゃないかなって思う。これ結構ガチで。だってさ、美容師さんってさ、他人なわけじゃん。だけど、ちょっとだけ内側に入ってる人だったりするじゃん。友達ほどベタベタしてないし、家族ほど深く入り込んでも来ないし、でも自分のことちょっと知ってくれてるみたいな。この距離感がさ、本当に絶妙だと思う。だからね、逆に一番話せたりするんだよね。なんか友達とか家族には言いづらいことでも、なんか美容室の鏡の前だとスルスル口から出てくる感じ。最近ちょっとしんどくて、とか、あの人に言われた一言がなぜか引っかかってて、とか、そういうことをなぜか喋ってたりするんだよね。しかもさ、あの方々ってさ、聞き上手なんだよ。ほんとプロフェッショナル。そうなんですねって軽くさ、返してくれるだけでも、なんか癒される。それもそうだし、否定も説教もしてこないし、アドバイスもないんだけど、話し終わった後、なんかスッキリしてる時ないでさ、不思議なもんで、美容室の帰り道ってさ、ちょっと足取り軽かったりするんだよね。髪が整ったからっていうこともあると思うんだけど、それだけじゃなくて、心のモヤモヤがちょっとスッキリしてるからなのかなって思ったりもする。っていうことはさ、つまりさ、美容師さんってもはや散髪カウンセラー、なんじゃねみたいな。あとさ、美容室って会いに行ける安心感ってあったりするよね。なんか疲れてたり、人生に詰まり気味な時も、そろそろ美容室行こうかなって思えるだけで、ちょっと呼吸ができるっていうか、あの人に会えるって思うのが自分をちょっとだけ救ってくれたりするんだよね。ちなみに僕はこれを、ヘアメンテじゃなくて、心の定期点検って呼んでます。髪と一緒についでに本音まで切ってもらってる気がするんだよね。でさ、美容師さんってさ、ある意味で、選ばれし癒し人材だと思ったりするんだよね。だってあの空間の中でさ、シャンプーしながら、人の話を聞いて、ハサミ持ちながら、人の愚痴受け止めて、で、最後にはさ、素敵になりましたよって、送り出してくれるんだよ。ちょっとした魔法使いだよね。
それでさ、そうやって気持ちが軽くなった帰り道に、また頑張ろうって思ったりもできるんじゃないのかな。あれ何気にすげえ効果あるよね。人に話すことで自分の気持ちが整理されて、髪も心もシャンってなってる。っていうことはさ、結論美容室ってもうおしゃれ空間っていうより、精神の避難所だったりするときあると思う。そんな場所があるって本当に幸せなことだし、そこに通う自分をよく頑張ってるねって、ぜひ褒めてあげてほしいなって思います。自分を大事に。誰かと話したい。でも誰とも話したくない。寝る前にふと開いちゃうアプリ。チャットはしないくせにスクロールして誰かのプロフ見てまた閉じる無限ループです。もうね、この開いて閉じて、また開いて。この無限ループ、一時期の僕の人生そのまんまかと思った。夜中ってなんであんなに人恋しくなるんだろうね。別にさ、誰かと話したわけでもないのに、誰かの存在を感じてたい？そういう時ってさ、ついついアプリを開いちゃう。でも、開いた瞬間さ、違う。今は別に話したいわけじゃないんだよなって。また閉じる。で、また数分後にはさ、開いちゃってるんだよ。アプリを。もはやお払いレベルのループだよね。これね、誰かを探してるふりをしていて、実は孤独を確認しているっていう表現、めっちゃ的確だと思う。えらい深いとこついてきたよねって思ったよ。僕もさ、何度もこの孤独確認儀式っていうのを、やってた時期あったんだけど、多分ね、心の奥底では、誰かに必要とされたいっていう気持ちなのかな。そういうのがくすぶってて、それを見ないようにしてるだけだったりするんだよね。でもアプリを開くとさ、知らない誰かの顔がずらっと並んでて、その中に自分の寂しさを埋めてくれるかもしれない誰かがいるような気がしたりして、でも結局いないんだよ。で、また閉じんの。しんど。このループってさ、自分の感情を整理しきれないまま放置してるから起きる気がするって僕は思ってて、寂しい。でも誰かとちゃんと向き合う元気もない。優しくされたい。でも本気の関係を築くには自分もまだ覚悟がいるとか、だからちょっとだけ繋がってる風を味わってるのかな。満たされたふりして、で、また寝るみたいな。で、翌朝には何やってたんだろうってなるんだけど、その時はそれが精一杯なんだよね。開いて、閉じて、開いて、閉じてっていうのが。でさ、こういう時に限ってさ、数日前にマッチしてた人からさ、今何してるって連絡来たりするんだよ。でもそういうのも心が疲れてる時って、もうただの通知音にしか聞こえなくてさ、なんなら既読スルーして、またちゃんと返せなかったっていうさ、自己嫌悪に陥んの。もう心の中でさ、マッチングアプリ版のジェットコースター走ってんだよ。もう上下左右グラングランのやつ。で、乗客は自分一人。でもね、この DM を送ってくれたこの方は、ちゃんとね、自分が何を知るのか、っていうことにちゃんと気づいてる。その時点でもう100点満点だと僕は思う。自分の寂しさに気づいて、それをちゃんと今自分ってこういう状態なんだよなって、言語化できるって、めちゃくちゃ大事なことだと僕はすごく思うんだけど、これって簡単なようで、実はすげえ勇気がいること。だって本当は気づかないふりしてた方がさ、楽だったりするじゃん。だからね、僕は言いたい。もうよく気づいたねって、そしてよく言ってくれたねって思います。もう誰かと繋がるってさ、アプリの中だけじゃなくて、こうやって思いをさ、言葉にして、それを読んでる誰かの心に届くことでもあると、僕は思ったりする。で、今この瞬間さ、同じようにアプリを開いてや閉じて、また開いてる誰かが、このコメントを読んでさ、うわ、これ私のことやん。って思ってくれてたら、それだけでこの DM はめちゃくちゃ意味があると思うんだよね。夜のスクロールループ、すぐには抜け出せないかもしれないけど、それでもいいと思う。そのループの中でちょっとずつ自分が何を求めてるかっていうのに気づいていければ、それってすごく大きな一歩だと思うし、誰にも見えない場所で誰かと繋がってたいって願う気持ち、それはね、すごく大事にしてあげてほしいなって思います。
予定立てるのも移動も観光も一人、現地で話しかけてくれる人とちょっとだけ会話して、また一人でホテル戻って、SNS には友達と来ました風に投稿してます。もうね、これもね、超わかる。僕もね、全く同じようなことした時期あった。現地では一人でスーツケース引きずって、空港からホテルまで Google マップ見ながら歩いて、で、夜ご飯はそこら辺で適当に済ませるみたいな。なのに SNS には友達と爆笑して食べましたみたいな、そういう雰囲気だけを匂わせる写真を載せたりした時期あった。もう今思うとさ、自分の孤独に蓋したくて演出してたんだよね。一人旅って自由そのものなんだよ。誰にも気をつかなくていいし、自分のタイミングで食べたいものを食べてさ、行きたい場所だけを巡れる。でもその自由っていうのは、裏を返せばさ、誰にも共有してもらえないっていう寂しさでもあると思う。ねえ見て、これめっちゃ綺麗じゃないって、そう言いたい瞬間にさ、隣に誰もいない景色は最高なのに、感動の受け止め先がないっていう、たったそれだけのことなんだけど、不意に涙が出そうになることだってあったりする。自分もさ、昔は強がって、一人の方が楽だしって、なんて言ってたけど、それって本当はさ、誰かと一緒にいる自信がなかっただけだったのかもしれない。なんか自分が選ばれないことに慣れて、一人になれて、気づいたら一人が好きってことにしてたってやつ。でもさ、この DM くれたこの投稿者の方みたいに、旅先でちょっとだけ人と話すって、その少しの触れ合いが意外と救いになったりするんだよね。知らない土地でのふとしたどこから来たのっていう言葉とか、お水いりますかとか、その一言に自分がちゃんと存在してるって、思わせてもらえる。それで SNS に友達と風の写真を載せるのは、僕は全然否定しない。だって、現地で心細くて泣きそうになったけど、それをさ、笑顔の写真に変えて投稿するって、ある意味強さなんじゃないかなって思ったりする。誰にも頼れない時に自分を守るための演出だったんだと、僕は思う。ほんと SNS って魔法の装置だよね。本当は寂しいはずなのに、笑顔の写真を載せた瞬間さ、なんか楽しかった気がするって、自分でも錯覚できる時あったりしない？その勘違いっていうやつが意外と心を助けてくれたりする。だから、この投稿者の方がこの DM を送ってくれたこと、それ自体が僕はすごいと思う。だってさ、ちゃんと自分の本音に向き合ってるってことだから、僕はこれからもこの方もそうだし、自由に旅する姿も誰かと寄り添う時間も全部応援したいって思う。そうだな。僕はもともとね、一人行動がすごく好きで、映画も一人で行けるし、旅行も一人で計画して、一人で飛行機に乗って、一人で見たい景色を見に行ったりもできるタイプ。もちろん仲のいい友達とご飯行ったり、だらだらおしゃべりするのも大好き。でもどっちが好きって聞かれたら、やっぱり一人が落ち着くタイプなんだよね。でも、この一人が好きって、年を重ねるにつれて少しずつ意味が変わってきた気がする。昔はさ、自由さとか、誰にも気を使わなくて済む気楽さが大きかったんだけど、今は自分の気持ちと自分の時間をちゃんと大事にしたいっていう気持ちが強くなったんだと思う。年齢を重ねるにつれて楽しいこともたくさん増えたんだけど、それと同じように時間って無限じゃないんだなって感じる瞬間もすごく増えた。特に大切な人を失ったり、会いたいと思った人とすぐには会えない現実にぶつかった時とかに、時間の儚さや一緒にいる今の価値に気づかされたりしたんだよね。だから僕は一人の時間も大事にするし、同時に自分を大事にしてくれる人、そばにいてくれる人をもっともっと大切にしたいと、思うようになったかな。一人が好きだけじゃない、一人の時間も誰かとの時間もどっちも大事にしたいって思うようになった。そのためには自分の本音にちゃんと耳を傾けて、今自分はどうしたいか、を素直に聞いてあげることが一番大事なんだろうなって思って生きてます。はい。ということで、今回の動画はどうだったでしょうか？今日紹介した DM、全部ちょっと笑えるけど、その裏側にある寂しさは、きっ
と誰もが一度は感じたことがあるんじゃないかなって思う。ネタにすることで救われることもあるし、言葉にして笑うことで軽くなることもあるんだけど、笑ってるからってそれが全部本当に大丈夫ってことでもないと思うんだよね。大人になるとどんどん話せないことが増えていったりもするし、誰かに聞いてほしいけど重いって思われるのが怖くて飲み込んじゃう。でも本当はみんな話したいことをたくさん抱えてる。だからこそこうして DM を送ってくれた方々にはまずはありがとうを言いたいです。そしてこれを見ている皆さんにも、ネタで笑ってるけど本当は泣きたかった夜、そんな記憶がある人はきっと優しい人だと思う。この動画がそんな優しいあなたの気持ちに少しでも寄り添えたなら嬉しいなと思います。もしよかったらコメント欄であなたのネタに見えるけど実は寂しい日常もこっそり教えてください。ということで引き続きチャンネル登録とコメント、そして高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。